よ。見えるか見えない。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバモノ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバ。はーい、今のもよかった。抹茶閉じ込めちゃったかと思ったよ。はい。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に映っておりますのが、白黒のクータくん、チャトラのマサルくん、グレーのグーちゃん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、チャトラじゃない、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらから中路ポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。なあ、もう引くほど夕飯のご飯全くもって食べてないからな。ちょっとびっくりだよ。こんな残ってんのと思ってさ。全く食ってねえじゃねえかっていうくらいね、食べてなかったんでな。寒くて食べれないんだかなんだか知らないけど、びっくりしたよ。で、鰹節をね、かけてやったんで、なんとか、興味は示してくれているけれども、鰹節だけで終わってそうな感じだな。しかも鰹節は風に吹かれて床に散らかってるだけのように思われるな。はい、抹茶入るのかい？はい、抹茶はこたちゅに入りました。ピヨンさん、ただいま開演前です。藤子さん、ステージに向かってます。藤子さん、今日も元気だわ。なんかいいことありましたか？なんかいいことないと元気でいちゃいけねえのか？はい。てなわけで、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、今は亡きチーママのたけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、グーちゃん出てきたな。グーちゃん、ジャスティース。誰かがね、暴れてるなと思ったんだけど、グーちゃんだったのかな。クータは食べるのに夢中かな。食べてくれると嬉しいよ。
今日はお湯というか、左右。今日は左右。今日は塩分十分取ってきたかなっていう感じなのでね。塩分はもういいっていう感じだったので、ポットに残ってるぬるくなった、左右でございます。ピョンさん、ジャスティス今日仕事納めでしたが、なんかもうどうでもいいわってことは仕事納めできなかった感じかな。それで年を越す感じなのかな。ね、なんか今日はどうやら仕事納めっぽい感じだったよな。今日はね、塩サバをね、食べたんですよ。ランチを食べに行ったんだけどな。営業まだしてるみたいだったからね。じゃあいいかと思ってさ。ランチを今日は食べに行ったんだけど、ただね、もう仕事納めなのかな、閑散としてて、私はいつも人がいない時間帯を狙っていくんで、そんなもんなのかなっていうふうに思ったんだけど、なんかそうじゃなかったみたいでね、どうやら常連のお客さんが閑散としてるね、みたいなことを言ってて、年の瀬ですね、なんてね、会話をしてたんで、で、来るお客さん多分ね、常連さんなのかなっていう感じなんだけどさ、仕事終わりました、みたいなね、そんな会話をしてて、無理やり、終わりにしました。終わらせました、みたいなね、ことを言ってたんで、もしかして今日はあれか、仕事納めなのかな、みたいなね、感じだったね。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。晩ご飯食べてくれないんですね。そうなのよね。部屋が寒いからなのか、電気つけてないからなのか知らないけど。こうやってさ、食べ残したやつな、結局夜中も出しとくわけよね。朝までになくなってたらいいやと思って。そうすると大概朝にはなくなってるんで、だから暗くても寒くてもね、食べるはずなんだけどね、食べるはずなんだけどね、夜中だと食べんのかな、夜中じゃないと食べないのかね、なんか寝てるだけでさ、全然食べないんだよね、もう。てんこ盛りに残っててびっくりしたよっていう感じな。で、ヒーターつけてるのにさ、ヒーター前にも意外とにゃんこ、集まんないのな。もう猫の気持ちが全然わからない。ねえ、ピヨンさん、24時間猫さんコンビニな、猫さんにとっては快適な環境なんじゃないですか。いや、違うか。暖房ついてないしな。今はね、ライブ用につけてるけど、普段つけてないからな。電気もつけてないからさ、真っ暗闇でね、もうほんとこの部屋冷蔵庫並みに寒いんでさ、なんかにゃんこはね、落ち着いて多分、食べれないんだよ。っていうね、感じかな。で、今日一応農協行ったのか。今日一応農協行って、で、今日はね、大根切り刻んだやつっていうのかな。いつも丸々葉っぱ付きのでっかいやつが200円とかで売られてるのが、葉っぱ切り落として、で、本体部分を分の1だか3分の1だかわかんないけど、なんかね、カットされてるのが100円で売られてたんだよね。で、それはいいんだけど、ただちょっと小さくしすぎかな。ちょっと小さくしすぎかな。100円だから最初買おうかなって思ったんだけど、いや、これはなんだ、もうちょっと大きければ、もうちょっと大きければ買おうかなっていう気がするんだけどさ、これちょっと小さくカットしすぎじゃねみたいな感じでね、なんかちょっとお買い得感なかったんだよね。であと、みかんもね、なんか3個で100
てみたいな感じだったんで、どうしようかなって思ったんだけど、明日でいいか、まだ3日あるしな、みたいな感じで、なのでね、今日はいろいろと、なんかね、100円でそうやって、なんかちっちゃくされてるものがいろいろとあったんで、最初はそれらのものをね、いろいろ種類取り揃えられるから買おうかなと思ったんだけど、実際近くで見るとなんかちっちゃくしすぎじゃねみたいな感じだったね。結局買わずじまいでございました。ぴょんさん、切り干し大根とは違うの違うね。てんたまさん、真っ暗闇の暖房なしですか？でもホットカーペットはつけてるよ。だからここの床の部分のホットカーペットは一応つけてるんで、一応暖かいはずなんだよね。そうでね、朝のね、4時半ぐらいがね、もうね、すごい寒くて起きんだよね。すげえ寒くて大きいんだよ。で、あれと思ってね、もしかしてホットカーペット切れてるかなとかって思って、で、最初はさ、ヒーターね、出してきた時にさ、朝ね、タイマーにして、で、つくようにしたんだけど、なんかもうそろそろつくんじゃないか、もうそろそろつくんじゃないかと思っても、なかなかつかなくて、でも寒くて寒くて結局耐えられなくて手動でね、つけたんだよね。だからこれダメだ。タイマーにしてもダメだ。結局手動にすっかなと思って。だから今はタイマーにせずね、手の届く範囲にさ、置いて、朝ね、もう寒くて起きた時、なんかつけるようにしてんだけどさ、ね、で、4時半ぐらいなんだよ、時計見ていつもな。でね、ホットカーペット切れてんのかなと思うと、まだやっぱりね、切れてはないんだよね。だからね、その寒さ、夜中、朝方の寒さの方がさ、なんか、えっと、気温に、気温ホットカーペットの、暖房能力がどうやらさ、負けてるっぽくてな、その夜中の、4時ぐらいからだけなんか強く、なってくれるシステムとかないかしらとかね、ちょっと思うんだけどな。だからそう思うんでさ、その夜の寝るときは、少し温度高めっていうのかな。いつも弱にしてたんでさ、夜寝るときだけは中くらいの温度にしてみたんだよね。してみたんだけど、変わんないね。やっぱりね、4時半ぐらいがね、究極に寒くて、目が覚める感じ。だよってね、ところでございますよ。だから今ね、一応暖房つけててさ、そんな状態だからね、これからホルムズ海峡が封鎖して電気使えないとかっていうことになったら、もうやってられないんですけど、1月。1月、2月のな、これから一番寒い時にさ、電気使えないとかなったらさ、もう死にますっていうね、状態で、ほんとやめてほしいよ。ほんとやめてほしいよって今ね、思ってんだけどね。ね、ピョンさん、私は27度設定じゃないと起きられないです。そう、起きるときね、朝寒いの辛いんだよ。なかなか起きられないんだよね。ほら、冬はさ、薄暗いじゃんか、朝、なかなかね、明るくなってくるのにさ、時間がかかるっていうかさ、それもあってね、なんか全然まだ暗い状態で起きなきゃならないような感じなんで、なんかね、なかなか起きらんないんだよね。そうで、今日出かけるときね、支度するときにさ、もうすっかり冷え切っちゃって、もうすっかり冷え切っちゃってね、もう全然出かける支度をさ、したくなくてね。だから普段はこのライブの時につけてるのと、朝起きる時にね、ヒーターつけるのって2回つけてんだけど、今日はさすがにね、ちょっと出かける支度するときにね、つけた。ってぐらいね、
なんかね、今日は寒かったな。なんかそろそろ暖かくなるんじゃないのと思ったんだけど、今日も寒くてちょっとね、なんだっけ、お散歩というか寄り道はせず、行って帰ってきたよみたいなね、感じでした。てんたまさん、こちらは気温高いので、24度設定ですよ。いいな、そうなんだね。ねえ、だからさ、沖縄でね、配信してくれてる人がいるんだけどさ、いつもね、なんか半袖だとかさ、クーラーつけてるだとかさ、言ってんだよね。みたいな感じね。全然別世界だなと思ってさ、こっちは寒くてさ、テントの中にこたつ入れてさ、そこで過ごしてるっちゅうのにさ、ね、半袖だとか言ってっからさ、冬物がなかなか出せないとか言ってっからさ、羨ましいなっていうふうに思うよな。まどかさん、こんばんは、ボンソワ。風邪ひいてますが、知ってます。早速加湿器を買って使っています。ああ、そうなんだね。そうだね。なんか自分の快適な、環境にするのに必要なタイミングで起こったことなのかもしれないな。そしたらな。ねえ、で、今日は、塩サバを食べに行ったわけじゃないんだ、別にな。塩サバを食べに行ったわけじゃないんだよ。ワタミグループのな、お食事券を使って、ワタミってさ、飲み屋なんでさ、私飲めないんでね。だからランチやってるところに行って、で、ランチを食べるっていうことをしてんだけど、ワタミはどうもさ、唐揚げ、鶏肉、唐揚げにどうやら力をさ、入れてるっぽくってさ、なんかどこの店行ってもさ、大体唐揚げメニューなんだよね。で、一品ぐらい、唐揚げ以外のものがあって、で、それをね、なんかチョイスして、なんか食すみたいな感じのことをね、してたんだけど、で、今日のところもさ、メニュー、事前に調べた様子だと、唐揚げ定食ばっかりみたいな感じだったんだよね。で、なんかね、一個だけ魚があるかなっていう感じだったんで、じゃあそれ食べるかななんてふうに思って行ったんだけど、なんか行ったら結局ね、なんか魚ばっかりだったかな。意外となんか思ってたのと違って、なんだ違うじゃんっていう感じでさ。で、しかもほら今日閑散としてたからね、なんか1日5食限定とかいう塩サバ定食っていうのがあって、でね、それが食べれるよっていう話だったから、じゃあ、それお願いしますっていうのでね、結局、だからもしかしたら今日は唐揚げ定食かもしれないよみたいな気分で行ったのに、行ったらね、塩サバ定食になったので、でね、しょっぱくて喉が渇いてて、今日は、塩を入れてない、左右だよってね、感じでございます。ね、気温高いので24度。24度って一番なんかね、心地よさそうな感じよね。まどかさん、こんばんは、読んだ。まどかさん、こんばんは。まどかさん、湯気がポクポクと雲みたいな塊で出てくるので、へえ、そうなんだ。猫がずっと見てる、そうだろうね。これもさ、最初、たまちゃんが、上に乗っかっちゃって、上に乗っかっちゃってさ、ずーっと湯気眺めたもんね。よくそんなずっと見てて飽きないよなって思うぐらいにさ、ずーっとたまちゃん、上に乗っかっちゃってさ、湯気こんな間近で見てくからさ、大丈夫なのかな湯気熱くないのかなって。すごい気になったんだけどね。もう今じゃ全然、湯気の出が悪いのか、それとももう飽きたのか知らないけど、全く反応しないけどな、最初だけなんか、そんなだったね。タニタンさん、こんばんは、ジャスティス、ありがとうございます。ヨッシーさん、私は30代の頃、オンボロ木造社宅に住んでまして、朝めっちゃ寒かった記憶があります。本当に朝寒かった。そうなんだね。それに比べると、
最近の寒さは優しい寒さに感じます。そうかもしれないね。そういうオンボロ木造の真冬の寒さっつったら寒いだろうな。だから嫁やってた時嫁やる前にさ、結婚前にさ、そのね、旦那の家っていうのかな、に行って、で、旦那が住んでた部屋が、断熱材が入ってなかったんだよ。っていうか、そもそも人が住む設定じゃなくって、物置として、使うつもりのスペースのところに、暮らしてたんだよね。で、自分もまさか断熱材が入ってないとは知らずに、過ごしてたみたいなんだよね。で、そもそも寒いから、そんなもんなんだろうなっていうので、相当寒いぞみたいな感じでいたんだよね。で、本当に寒かったんだよ。多分そのヨッシーさんの本当に寒かったっていう経験をね、そこでしたと思うんだよね、私はね。本当に寒かったんだよ。そしたら、で、その後ね、結婚して、で、その部屋に住むっていうことになって、で、その部屋を改装するっていう風になった時に、断熱材が入ってなくて、で、ぎょっとしてたっていうね。断熱材入ってないところで暮らしてたんだってね、自分でびっくりしてたよって感じだったんでね、多分本当に寒かったの、私そこでね、多分経験してると思う。てんたまさん、かにたんさん、よっしーさん、こんばんは。ぴよんさん、唐揚げです。ひき肉です。みたいに言ってみた。よっしーさん、てんたまさん、ねふさん、まどかさん、こんばんは。まどかさん、木造は寒いですよね。けんたまさん、よっしーさん、隙間風入る社宅は70年代のドラマのような感じですね。そうだね。てんたまさん、僕たちの旅みたいな、そんなドラマがあったのか。ぴよんさん、我が家、夏暑い、冬寒いですね。そう、だから、うちもそうで、この部屋もそうだよな。その木造の断熱材がない家に比べたら、きっとおそらく、マシ、なんだろう。マシ、なんだろうなとは思うんだけど、いや、でもどうかなって思うぐらいにね、この部屋がね、すげえ寒いわけよね。ほんと角部屋ってね、寒いよっていう感じなんだよね。だからほんと言ったかもしれないんだけど、この前さ、ほら、お客さん来てた時、あっちの部屋はね、人数はいるわ、角部屋ではないわ。で、エアコンガンガンにつけているからさ、すっごいほっかほかなわけよね。すっごいほっかほかなんだけど、ほら、こっちの部屋暖房つけてないからもうキンキンに冷えててな。で、お客さん帰るときにさ、対応するときにさ、もうこの部屋の冷気がさ、あっちの部屋に入っていくのが申し訳なくて、ドア閉めて、ドア閉めて、冷気が入んないようにね、して、で、見送るみたいな感じだったけど、で、そのほっかほかの部屋からこっちの部屋入っていくと、冷蔵庫な。よく、よくこんな寒い部屋にいたよねって自分でびっくりするぐらいね、こんな部屋寒いんだよねって感じ。で、夏はエアコンがないからね、エアコンつけろよって感じなんだけどっていうね、感じよ。なので、暑いよっていうね、感じでございます。ぴょんさん、ぐーちゃん、耳立てて聞いてる。耳ね。ねえ、ぐーちゃんね。ぐーちゃんいつも一緒にいてくれてありがとな。ヒーターの口塞ぐけどな、いつもなっていう感じな。で、あとは何の話だったっけ。あとは農協行った話したし、あとスーパー行ったかな。スーパーね、閉店前にね、買えるものは買っとこうと思ってさ、白滝
白滝ね、買いに行こうと思って。今日はまあね、昨日焼き芋食べたから、今日はいいやと思ってさ、焼き芋は買わず白滝を買ったんだけど、いつもね、その焼き芋か白滝か、あとはその見切り品の野菜の棚と、あとは魚のところね、見るだけで、あとレジ並んじゃうんでさ、お店の中全体見てなかったわけよね。で、そんな閉店セールなんかやってたんだっていうことに気づいてさ、今日はね、店の中ね、品揃え、どうなってんだろう、ちょっと在庫減ってたりとかするのかなと思って、見たらね、見事に減ってた。全然今まで気づかなかっただけでね、減ってたね。あ、減ってると思って。で、缶詰ね、愛子ちゃんのツナ缶あったら買っとこうかなと思ってさ、缶詰のところ行って、で、愛子ちゃんは高いからさ、まあ、他の缶詰は売れててもね、多分愛子ちゃん残ってんじゃないかなと思ってさ、行ったんだけど、愛子ちゃんのツナ缶はなかったね。愛子ちゃんのサバ缶は残ってたんだけど、あ、ツナ缶はねえやと思って、他の種類のね、ツナ缶はあったんだけど、愛子ちゃんのツナ缶なかったな、買えなかった、残念、みたいな感じで。でね、レジ前に、100円菓子っていうのかな、スナック菓子が並んでたんだけど、まあそこがこの前行った時はね、品揃えがまばらみたいな感じになってたんだけど、まあその商品が多分全部なくなったかなんかわかんないけど、今日はね、違うガムかなんかが並んでたんでね。ちゃんと品揃えがなくなってってると思ってね。で、やっぱりね、他のお客さんがね、年末年始は、なんかいつまでやってんだみたいな営業時間をさ、聞いてたわけよね。そしたら、年末までです。いや、年始はっていうふうに聞いてて、いや、って何終わんのみたいな感じでね、他にも知らない人いてさ、やっぱりね、びっくりだね、知らないんだねっていう感じでね、そんなことが今日はありましたね。なので今日は、なんだっけ、白滝だけ買ってきました。ニャイスパ、ありがとうございます。カニタンさん、ニャイスパ、てんたまさん、閉店セールは最終日の閉店時が狙い目ですよな。だから夕方。もうカウントダウンライブとかやってる場合じゃないね。閉店セールに、全勢力を注がないとダメだなっていう感じな。ヨッシーさん、ナススパ。新しいの出た。ナススパ。ピヨンさん、ニャンスパ。ね、最終日な。そうでね、31日でさ、閉まるじゃんか。で、閉まると、次オープンするのが2027年なのね。3年後なわけ。3年間もね、スーパーなくてさ、どうするどうするよみたいな。まあ一応ね、ハス向かいに新しくスーパーできたんだよね。だからまあそこ行くしかないんだろうけど、最悪なっていう感じなんだけど、道路渡んなきゃいけないわけよ。国道をさ、渡んなきゃいけないわけよね。で、ハス向かいでさ、だから道路渡って、で、また渡んなきゃいけない。渡って渡んなきゃいけないわけ。だからね、なかなかね、近いんだけど、めんどくさいんだよね。で、ちょっと行きたくないなっていうところでね、今までほぼ行ったことのないスーパーがあるんだけど、だからもうそこ閉まっちゃったらもうね、めんどくさいけど、ね、品揃えが足りなくてないなってなったらそこにね、行くしかないんだろうけどさ、3年間もよ、私生きてんのかな生きてんのかなって思うよな。てんたまさん、開店時か。朝。朝混んでるかなどうかなね、朝行くしかないか。まあね、31日は何回かに分けてな、行くしかないかなと思ってんだけど、どうだろうね。欲しいものあるかな
まどかさん、この前お話ししたわっちの音楽チャンネルの名前は、ネバーの、読めない。諦めた。とても古いチャンネルのため、チャンネル名とチャンネルの URL が同じで、そうなんだね。最近はストリートピアノが、メイン。ピアノ弾く方がいたらシェアしてあげてください。よろしくお願いします。そうさ、そのチャンネルでさ、さっきヒカキンの動画見たんだよね。なんか、お騒がせしてる件についてとかっていうので、なんかね、解説するっぽい動画で、何騒いでんの何騒いでんの知らないけど、みたいな感じで。で、短い動画だったんでね、ちょっと見てみようかなと思って、で、見てみたら、なんかね、チャンネルのアイコンをなんかコロコロ変えてるみたいなんだよね。いや、本当だ。なんかヒカキンっぽい感じのアイコンじゃないね。どうしちゃったんだろうっていう感じでね。で、なんかね、そのコロコロ変えてるんで、メンヘラなんじゃないかと。心配されてますが、そうではなくてっていうのでね、まあ結局それがどういう意味があるのかっていうのは、まあわかんなかったんだけど、まあね、カウントダウンしてるっぽい感じ。なんか今が4かなんかになってるみたいなんで、数字のな。なんかずっと数字の10からなんかカウントダウンされてるっぽい感じなんで、今4かなんかになってるみたいなんで、まあカウントダウンしてるっぽいっていうね、感じになってるんで、だからね、年始になんかやるんだろうなっていうね、まあそれの番宣的な動画だったんだけどね、見事にしてやられたよっていう感じだったんだけど、今日はね、珍しくさっき、ヒカキンの動画を見ましたっていう感じです。てんたまさん、まどかさん、登録しましたよ。ヨンさん、今更かもですが、まどかさんってミュージシャン的な方ですか？で、あと何の話する？タロットカードタイムか。なんだかんだ言って40分になってたな。はい。てなわけで、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ピヨンさん、私も博多のライブバーで、読めない。鍵盤、弦楽器弾いてます。ダメだ、見えない。このハート邪魔だな。で、あとは今日行ったお店がね、未来坂っていうとこだったんだけど、なんかね、その、塩サバだけはね、お店の人が持ってきてくれるんだわ。で、あとご飯と味噌汁と漬物と、なんかセルフサービスなんで、みたいな感じで、でね、へーっていう感じで自分で持ってきてください、みたいな感じだったんで。そしたらなんかドリンクバーみたいな感じでさ、なんかいくつかドリンクが置かれてたんだよね。で、あれ、ドリンクはどうなんだなんてふうに思って、でね、ドリンクもついてるんでしょうかって聞いたら、はい、セルフで、みたいなこと言われて、なんだ、ドリンクバーではないのか一杯だけってことなのかななんだろうななんて思いながらね。まあ、飲みたかったら飲んじゃえばいいやと思って。でね、ドリンクもついてんのか、やったと思ってね。じゃあなんかジュースかなんか
飲みたい気分だわと思って、買いにじゃない、取りに行ったんだけど、ドリンクはね、お茶、いろんな種類のお茶でね、ジュースがあるわけじゃなかったんだよね。まあ、アイスコーヒーはあったんだけど、ホットのコーヒーはないわけよ。いやー、この寒いのに冷たいドリンクそんないらねえなと思って、なんかあったかいコーヒーだったらね、まあ食後にちょっと飲みたいなっていう感じだったんだけど、アイスかと思ってな、今日寒いもんなって思って、そうだそうだと思ってさ、私居酒屋のな、嫌いなところ、居酒屋の苦手なところというか、なんか下せぬところがさ、あったかいドリンクがないところなんだよね。冷たいドリンクしかないところなんだよ。でね、なんかたまにさ、そういう飲みの席にいるときに飲み物ないとさ、なんか頼めって言われるんだけど、なんか飲みたい飲み物何にもないんだよね。大概寒い時にさ、なんか寒い部屋でさ、なんか寒いじゃん飲み屋って。だからといってコート着れないし狭いからみたいな感じでね。なんか寒いのになんか我慢して冷たい飲み物飲まなきゃいけなくてみたいな感じでさ。ああ、そうだ。居酒屋のこういうところがね、好きじゃないんだよなってね。文句ばっかりだ。思った感じでございました。まどかさん。とても個人的な音楽家です。登録ありがとうございます。マニタンさん、私も博多のライブバーでロックを歌いたいな。かっけえな。まどかさん、登録しました。てんたまさん、ぴょんさん。バーで演奏とかみんな、楽器弾けてすごいな。ぴょんさん、カニタンにとってロックとは何でしょうか？てんたまさん、カニタンさんもジャニスとか歌ってそう。カニタンさん、バンドで歌うなら、ロックが最高な気がしましたので、確かにそうだよね。バンドで歌うならそうだよね。なんだっけ、フライデーチャイナタウンとか、歌い上げたい感じよな。で、あとは、なんだっけな。えーっと、ランチ食べに行って、でね、建物の中だったんだよね。ビルの中だったんだよね。直接外出ず、ビルにね、通じてて、地下鉄からね。で、その中にあったんでさ、寒い思いせず住んでよかったんだけどね。なんか、街歩きっていうかそういうのはなくって、どうしようかなと思ってたんだけど、もうね、ほんとお客さんがいないから他のところもね、お弁当を普段売ってるみたいなんだよね。で、売ってるんだけど、もうお客さんいないから売れ残りなのかな。で、時間ももうお昼時過ぎてたんでさ、なんかね、お弁当が売れ残っちゃってて、なんか300円ですとか言ってんの。もう300円は安いなと思ってね。なんかね、買っといて明日のご飯にしてもいいかしらなっていうふうに思ったんだけど、ただね、麻婆豆腐とかちょっと持って帰るの大変そうみたいな。電車乗って持って帰るの大変そうっていうのと、あとね、塩サバ弁当だったんだよね。塩サバ今食べたと思ってさ。ちょっとじゃあいいかと思ってね、300円で安くていいなとは思ったんだけど、結局買わずじまいでね、帰ってきたよ。てんたまさん、人生2度目のストップさせていただきます。ありがとうございます。ピヨンさん、カニタンさん、興奮して呼び捨てしちゃいました。失礼しました。では、てんたまさんから人生2度目のストップをいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たち必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。大アルカナ、天使のカード出ちゃったね。
いい感じでございますね。なんか絶好調な感じになってるよっていう流れでしょうかね。今日も聖一でございますな。ああ、バランスが取れてるよ。バランスがいい感じよっていうね、カードだな。多分な。相変わらず適当な。はい。なんだこれ。テンペランス。テンペランス。テンペランス。はい。あれテンペランスじゃ出てこないな。タロットって入れなきゃダメだったんだな。はい。タロットカード、節制。正位置、逆位置。はい。基本の意味。節制は2つのものが混ざり、浄化されて新たなものが生まれることを表すカード。書かれている天使は両手に持った杯の水を上手に行き来させ、ちょうど良い混ざり具合になるようバランスをとっています。また奥の方では一つ前の死で姿を見せ始めていた太陽がさらに高く昇り、新たな希望と秩序がもたらされることを伝えています。また、14にナンバーを持つタロットである節制のカードは、自分以外の存在と平和的に結びつくことについてもメッセージを伝えています。ね。なんか今日見た動画やったら、コミュニティ、つながり、つながらないとダメだって言ってる動画ばっかり見たな、それはな。それのメッセージだな、これな。節制に書かれたシンボルの解釈。天使に指す五光、希望あふれる未来、閉じられた目、内面を見つめる、杯の間を行き来する液体、物事をコントロールする力、和睦の精神、天使の白い服、ピュアな心、昇る太陽、目的達成、節制の意味とキーワード、聖地、バランス、2つの色を混ぜれば新たな色が生まれる。2色のバランスによって必ず美しい色になる。節制の聖地の意味、オープンに心を開き、周りから影響を受けることに対して前向きな状態を表しています。聞く耳を、言えてない。聞く耳を持つだけでなく、適度に自分の言葉で語ることもできるはずです。キーワード。平和、良い変化、調整する、状況を受け入れる、程よいバランス、順応する、堅実さ、安心感、悩み別読み解き、恋愛、順調な前進、分かり合える、仕事、環境や人間関係に恵まれる、対人、いい刺激を与え合える、決断、自分のためになるなら前進を。はい。正位置、逆位置。節制を人物やキャラクターに当てはめて読み解く正位置。コミュニケーションのプロ。相手の心を開かせるのがうまく、自分もオープンマインド。調整役を買って出るタイプ。既存のものを組み合わせてアレンジするのが得意。器用でセンスがいい。やりました。深読み。節制に書かれている天使の足は片方だけが水に入っています。水は潜在意識や自分の内面。大地は顕在意識や外の世界を象徴しています。自分の内面も外側もバランスよく見つめ、節度を持って物事を判断するという天使の意志がこの足元に込められています。まとめ。調和を図ることを表すカード、節制は、正位置ならちょうどよくバランスが取れている状態を表すカードでした。いずれにしても節制は偏らずに中立であることを意味しています。正位置の場合は、
順調でも浮かれないように心がけましょう。一方で逆位置の場合は自分にも他の人にも同じ価値があるのだと忘れないでください。はい。バランスが取れている状態なので、いい感じっていうことなんでしょうかね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。まどかさん、ヒカキンの動画、私も見ました。結婚かなと思ったけど、そうだよね。それを元旦に合わせるかなと思って、なんだろう、そうそう、ね、そうなんだよね。ぴょんさん、カード絶好調。カニタンさん、ぴょんさん、呼び捨てウェルカムです。タンはちゃんですからね。呼び捨てついしそうになるんだよね、カニタンさんはね。ピヨンさん、カニちゃん、ありがとう。カニタンさん、そそ。ケンタマさんよ、カニちゃん系。カニちゃん系。で、カニちゃん系じゃないのかな。カニちゃん嫌なのかな。あと何の話だ。あと短い動画今日ね、いっぱい見てたかな。で、またさ、強風オールバックの歌でさ、なんか豚私豚なんだみたいなさ、歌があって、新しい曲なのかもともとあったのかわかんないんだけどさ、そんなのもあるんだなと思って、まあ、ほぼ、なんだ、メロディーが一緒なんでさ、新しい歌なのか何なのかわかんないんだけど、なんか私今豚なんだみたいな歌詞でさ、なんかね、飯がうまいって、飯がうまいし、水もうまいとかっていうね、歌があったんだけどさ、それがね、日野のニトン、日野のニトンとさ、なんていうんだ、リミックスというか、コラボというか、なんていうんだろうね、あれな、されてるのがさ、まあ見事にハマっててさ、なんだっけな、トン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 、日野のニトンになるんだよな。うまいと思ってさ、ちょっとね、ちょっと笑えたよっていう感じだったな。トン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 、日野のニトンってな、なんか好きなんだよね。なんか好きなんだよね。あと何の話がありますか？あと何の話あるかね。あとは、あれか新月じゃあ満月っていつなんか最近月見たときにさ、あれもうそろそろもしかして満月かっていう月を見た気がしたんだけど、今日あたり満月だったりする？全然違うね。まあ、どうでもいいんですけど。どうでもいいんかいって感じな。あとは、なんだろうな。そう、だから今日はさ、外食してきたんでね、夕飯はいいかと思ってさ、食べてないんだけどさ、お腹空いちゃって今。今お腹空いちゃってな。お腹空いたなっていう感じよ。えーっと、まどかさん。前によく見たコマーシャルです。トン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 、日野のにとんな。日野のニトン私好きなんだよね。日野のニトンね、すげえ運転しやすいんだよ。なんだっけ。あの、マニュアルのこれなんて言うんだっけ。これもさ、入れやすいし、で、ハンドルもね、軽いんだよね。軽いしさ、ちゃんとしてるっていうの三菱の車はさ、なんかさ、ゆるいんだよ。ゆるいしさ、なんか、ゆるいんだよね。なんかちゃんとしてんだよ、日野の車はさ、運転しやすいの。でね、まあ2トンの車って大きさ的にもさ、運転しやすいじゃん？ 4 トンだとでかいからさ、あと2トンロングとかもさ、でかいからさ、2トンって運転しやすいんで、運転になっちゃった。2トンってな、運転しやすいんで。日野の2トンね、運転しやすくてね、好きなんですよ。ね、で、コマーシャルだろもうますます日野の2トン好きになっちゃったよな。なんだよ、日野の2トン推しかよ、私はな。意味わかんないな。ぴょんさん。いすず歌うヘッ
トライト。はい。てったまさん、まどかさんに、高松の誰も弾かない駅、ピアノでラベルとか、キース・ジャレット弾いてほしい。そうだな。高松空港で弾いてくれ。高松空港にうどん持って、あ、そういえばさ、そのさ、フライデー、なんだっけ、チャイナタウンか。チャイナタウンの曲さ、藤井風もね、やっぱり、カバーしてんだよね。ああ、ちゃんと知ってんだなと思ってね、カバーしてるよと思って、それもさ、聞いてみたんだよね。まあ、絶対うまいんだろうけどさ、絶対うまいんだろうけどさ、と思いながらさ、聞いてみたんだけどさ、中華丼の素をさ、ピアノにトンって置くわけよね。なんで、なんで中華丼の素なのよ、みたいな感じで。で、普通にね、上手にかっこよくさ、もう歌い上げるしさ、弾き上げるしさ、っていう感じでさ、完璧なね、フライデーチャイナタウンをさ、演奏するんだけどさ、まあシュールなわけよね、その中華丼があるせいでさ。なんで中華丼の素なんて、他にもさ、中華を出そうとしたらさ、いろいろあんじゃねえのと思うのにさ、なんで中華丼の素なのっていうね、感じのものをさ、置くわけよね。で、コメントにさ、無理やり中華感を演出しようと思ってるところ、しようとしてるところ、ほんと好きとかって書かれてて、ほんとな、そこな、みたいな感じでね、ちょっとあれ好きだったな。藤井風の中華丼の素。それで中華感演出するのな。などかさん、そうか。藤子さんはトラック運転できるんですね。それすごい。手に職を持ってます。まどかさん、高松にもあるんですね。てんたまさん、高松はピアノ人口少ないので、駅ピアノ誰も、弾いてないですよ。ねもう弾いて。弾きに行ってあげて。ぴょんさん、南中華、本中華、大橋巨船。はい。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ、あれ音出てない？調子が良ければ11時ぐらいまで、毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。入ってこないのかなってなわけで。本日も、お付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。